Hi guys! 日本語 V ティーチャーのわさびです。こんわさびーむ。今日もわさびの日本語相談室に来てくれて本当にありがとうございます。ここでは皆さんからの質問を読んで日本語の使い方を教えています。今日は少しハイレベルな質問にお答えします。質問はこちら。わさび先生、こんにちは。こんにちは。語尾の使い分けを教えていただけませんか？よやねやなやさやかなやかしらなど使い方は時々理解できません。それになとさの違いは全然理解できません。どんな時どう使うことを教えてください。ありがとうございます。という質問です。匿名希望さん、丁寧な質問を送ってくださってありがとうございます。皆さんも日本語にはいろいろな話し方があるのを知っていますよね。文の最後につけるこれ、修助詞と言います。文のニュアンスをアレンジしたり、例えば話している人の性格や気持ちだったり、性別だったり、いろいろなキャラクターをプラスすることができるんです。これは、よ、ね、な、さ、かしらはもちろん、ぜ、や、ぞ、のなど他にもたくさんの種類があります。今日はその中でもな、ね、よ、さを中心にそれぞれの修助詞の機能、違い、使い方を有名なセリフなどと一緒に勉強していきましょう。Are you ready? まずこの文を見てください。明日がある。同じ文ですが、修助詞をつけるとニュアンスが大きく変わります。また、同じ文でも文脈によって意味や修助詞の機能が変わる場合もあります。これは一つの例ですが、このように言い換えられる場合と言い換えられない場合もあります。どうしてでしょう？それは一つの修助詞にいろいろな意味やたくさんの機能があるからです。ではまず、なはどんな風に使うのか勉強しましょう。なには自分の心の声に使うな。誰かに何かを言うときに使うながあります。例えば、自分の心の声に使うなは、今日は本当に寒いなあ。雪がきれいだなあ。あと10分勉強できるな。今日はハンバーガーが食べたいな。つまり、独り言のようなものですね。こうしてみると、心の声、独り言にもいろいろな種類があることがわかります。反対に、誰かに何かを言うときに使うなには、すごく有名な動詞のフォームがあります。何系だと思いますか？そうです。近似形です。近似形は辞書形になをつけます。食べる、食べるな。行く、行くな。してはいけません。ダメですよ。と誰かに強く注意するときに使うフォームです。これもなの機能の一つなんです。例えば、ラピュタにすごく有名なセリフがあります。40秒で支度しな。これは、支度しなさいという命令のショートカットバージョンです。早く食べなさい。早く食べな。もう寝なさい。もう寝な。このように、なは
誰かに指示するときにも使えます。この二つはとても強い言い方ですが、ユパ様、この子私にくださいな。このように、ください、ちょうだい、しなさいの後ろになをつけて優しく言うこともできます。あとは、日本語でアニメを見ていると、来週も見てくれよな。こんなセリフを聞いたことはありませんか？このなは相手からのイエス、同意や返事を待っている時に使うなです。絶対ですよ。約束ですよ。とプッシュするニュアンスもあります。これがなです。ね。ねはとても優しい表現です。まず、ですの後ろにつけることもできるので、少しカジュアルな敬語表現として、ショップの店員さんなどもよく使います。今お持ちしますね。少々お待ちくださいね。こんな感じです。ねは、私の気持ちを相手とシェアしたいときにもよく使います。今日は本当に寒いね。雪がきれいだね。私はこう思います。あなたもそう思いませんか？というニュアンスです。これは返事でもよく使います。そうですね。本当ですね。ねがあると、私もあなたと同じ気持ちです。ということができます。そうです。本当です。これだけだと、同じ気持ちです。というニュアンスを伝えることはできません。他には、あなたトトロって言うのね。のように、聞いたことを確認するニュアンスもあります。例えば、駅で電車の時間を聞きます。心配だから、相手にもう一回聞いて安心したいです。この時、1時ですね、を使います。私もあなたも1時だとわかっています。でも確認です。というニュアンスを伝えることができます。はい、そうですよ。いいえ、1時半ですよ。このように返事をします。では、次は、よの使い方を確認しましょう。よは、基本的に私から誰かに何かを伝えるときに使います。ねと同じで、ますですの後ろにつけることができます。これはお知らせとして使うことが多いです。こちらですよ。落としましたよ。その他にも誰かに何かをリクエストするとき、一緒にしようと誘うときなどにも使います。一緒に食べようよ。明日も会いに来てよ。声が聞きたいよ。よは禁止形や命令形の後ろにつけることもできます。無理はするなよ。早く来いよ。でも、これは場合によってかなり強い注意や非難、バッシングを表します。ここでタバコ吸うなよ。早く行けよ。このように、よには話している人の主張や気持ち、ジャッジ、判断を相手にアピールする、言い聞かせるニュアンスがあります。月に代わってお仕置きよ。諦めたらそこで試合終了ですよ。です、ますと一緒に使うと確かに少し優しくなりますが、私の考えをアピールする、主張するという意味は変わりません。少し上から言っているようなイメージがあるので、よを使うときは注意してください。
よは上の人には使わない方がいいです。さ。実はさは江戸時代の東京の方言、江戸弁なんです。さは話している人の気持ちを伝えるときに使います。さの代表的な例は、エヴァンゲリオンに出てくるこのセリフ。好きってことさ、だと思います。これは、好きという気持ちをさりげなくラフに伝えるためにさを使っています。反対に、ハウルのこのセリフ、街や人を焼きに行くのさ。このように投げやりな気持ちを表すときにも使えます。他には、そんなことないさのように相手の意見に反対して自分の意見を強調するような使い方もできます。では少し考えてみてください。エヴァンゲリオンの渚カオルとハウルです。二人はどんなキャラクターですか？そうですね。少しクールでかっこよくてちょっとキザな男性のイメージがあります。なので、さをプラスすることで彼らのようなキャラクターを演出することができるんです。教科書やリスニングでもさを使う男性の例文を見かけますが、実際には例文のようなアニメのキャラクターのようなさを使う人はあまりいないと思います。今の日本語では誰かから聞いたことを他の誰かに伝えるときのさ、まだ話が続きますよというアピールのさをよく使うと思います。私は聞きました。先生から聞きました。明日は宿題がないと聞きました。それを友達に伝えます。明日は宿題ないってさ。これは、と言っていましたのかなりカジュアルな言い方です。だってさ、などもこれの仲間です。あともう一つの使い方。私はさ、日本語のさ、先生でさ、YouTube でさ、教えてますのように、言葉の後ろにつけるさです。これは例文なので、一つの文を一つ一つの言葉に分けたポイント、文節すべてにさをつけましたが、もちろん実際にこのように話す人はいません。実際にはもう少し短い文。例えば、私さ、実はさ、宇宙人なんだよね。まあ、こんな感じです。これは、さだけではなく、ね、な、よ、などに変えることができます。これは言葉一つ一つをアピールしたり、これから大切な話をしますよ、というサインだったり、少し言いよどみのようなニュアンスも持っています。かなりカジュアルな話し方なので、友達同士で使うことをおすすめします。まとめです。難しいレッスンでしたね。修助詞のこと少しはわかりましたか？今日紹介したのは修助詞の一部です。他にもいろいろな修助詞、使い方、意味がたくさんあります。皆さんもぜひいろんな修助詞を探してみてくださいね。今日も最後まで見てくれて本当にありがとうございました。それでは次のレッスンでお会いしましょう。おつわさびーも。バイバイ。